はい、こんにちは。小豆島の漁師、浜湯です。早速ですが、今日はスペシャルゲストに来ていただいております。どうぞ。どうも、はじめまして。飯田です。飯田正則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でかいですね。おやつもでかいですね。いや、とんでもないです。で、さっきですね、飯田さんのチャンネルで、僕と一緒に行った漁の動画が概要欄にありますので、ぜひご覧ください。というわけで、さっきの漁の動画をちょっとだけどうぞ。なんか来た。お、馬面ですね。馬面。来ました、馬面。あ、なんか泣いてます。はい、キュッキュ言います。ゲットしました。俺が不器用なんか。おし。ネイタガレー、ゲット。はい、というわけでこんな感じで漁に行ってきました。で、そのお魚をさばいて、二人で食べて飲んでいきたいと思います。それじゃあまず取れたお魚が、こちらです。でっかいキジハタに、ウマヅラハギ、それからアイナメです。これで最高の朝ごはんを作って食べていきたいと思います。それじゃあご飯を作っていきます。レッツゴー。はい、じゃあさばいていきます。飯田さん、何が食べたいですか？やっぱ、高級魚ですね、これが一番。はい。じゃあ、一番の高級魚です。一番の高級魚、こちら。アコウをさばいていきましょう。はい、じゃあまず鱗を取っていきます。アコウの鱗はめっちゃ目が細かいので、金沢市で取るのもありなんですけれども、こちらですき引きをやっていきます。すき引き聞いたことありますか？そうですね。すき引きっていうのはですね、鱗をこのように包丁で身の方に行かずに皮だけ取っていくやり方です。こうやって鱗を剥いでいきます。飯田さん、反対側どうぞ。できるかな。なるべく上下に大きく動かしていただければ。上下に大きく。身まで。うまいですね。ああ、いいですか。めちゃくちゃうまいじゃないですか。あ、身いってますね。あ、身いってますね。これ身が出ちゃダメなんですね。身が出ちゃダメなんですね。はい。もう本当ギリギリそうですのラインを狙っていくんです。おお、ちょっと身が出た。いや、初めてにしてはすごいです。あ、そうですか。ちょっと難しいですね、これ。ありがとうございます。さすがです。ギリギリのラインを狙っていくのが難しいですね。身まで入っちゃう。じゃあ、あとは僕が。はい、お願いします。はい。食べたことありますか？うまいですね。どういうお魚をいつも食べるんですか？僕はサーモンとか、カンパチとかが好きで。なるほど。そればっか食べてますね。まだ磯物のお魚っていうのはあんまり。食べてないですね。じゃあ今日この魚は脂が多い感じなんですね。赤身が多い感じ。これ白身なので、どちらかというとやっぱ淡白な味わいになります。カンパチとかサーモンに比べると、油っぽさは物足りないかもしれないですけど、上品な甘さっていうのを味わっていただける。歯応えもありながら。はい、じゃあここまでできました。ちょっとあとはめんどくさいんで金沢足でこすります。はい、じゃあちょっとここからは難しいので僕がやっていきます。ここ切ってね、カマを落とします。こういうね、食い系みたいなやつはやっぱ硬いんですよね。で、次にエラ切って、で、エラのここが浮いたら次カマを割っていきます。グッグッグッと前に切って、で、腹びれまで切ったら裂いていく。胃の中はこんな感じです。なんかいっぱい黒いブツブツがいますね。多分大丈夫です。それじゃあエラと一緒に取っていきます。お、なんか魚食ってる。なんか食べてます。そしたらお腹を洗います。はい、じゃあ次カマ取って頭を落としていきます。ここから入れて、でこう切って返してこっちも入れてこうで、これ硬いのでかかとで落として OK です。さあ飯田さん、そろそろ出番です。あ、心臓が出てきました。食べますか？食べれるんですか？食べれます。いただきます。美味しい。美味しいですか？美味しいです。プリプリしてて美味しいです。生臭くないですか？全然生臭くないです。よかったです。新鮮。もうビールが欲しいね。じゃあ早速飲みましょう。ちょうど冷やしてるんですよ。いただきます。ゴールデンタイムっていうのがありまして、ゴールデンタイムって。ゴールデンタイムっていうですね。いきます。ゴールデンタイム。乾杯です。おい。いいですね。起きた後のビールは最高です。最高ですね。じゃあ早速サンマおろしをやってもらいましょう。できます？やったことあります？いや、ないですね。やり方とかってわかりますか？どうやってやるんですか？ここに真ん中に骨が、太い骨ですね、ここ見えると思うんですけど、この骨が真ん中にずっと通ってて、あばら骨はここなんですけど、横にこうずっと生えてて、その上を包丁入れて沿わしていく感じです。
難しそうさっきじゃあやってみますお願いします。包丁ここから入れて、でここさっき言った横に通ってる骨なんですけど、この骨の上を入れていくんです。こうカリカリと。でこれが真ん中の骨です。で真ん中の骨の頂点ぐらいまでこうやって入れてあげます。見てると簡単そうなんですけど、そうなんですよ。下側はこれで終わりです。で返して、でずっとこの皮目ギリギリを、皮目というかこのヒレギリギリを攻めます。ヒレギリを攻めたら次のこの骨に乗せていってスライドしてあげる。スライドスライド、あちょっと失敗した。でスライドしたらまた真ん中の骨が見えてきます。全部出ました。で貫通しました。ここがじゃあ通してあげて、尻尾を持ってここのヒレに気をつけながら引っ張ってあげる。で簡単にこうです。こんな感じです。おっすじゃあ反対どうぞ。はい。入りはいいですね。もうずっとこの皮目をまず攻めて、ああいいですね。ガイドラインっていうんですけど、あうまいですね。料理はもしかしてします？料理はちょくちょくしますね。やっぱり包丁の持ち方とか使い方がお上手です。この刃先で切っていくイメージでも全然いけます。おうまい。あ、うまいですかこれ。うまいですね。もうほとんど真ん中までいってるので、あとここちょっとあばら骨のとこまでいってあげて、ここももうちょっと奥まで OK です。で反対側です。なんか失敗してもらって失敗したとこもへずれば。ああそうですか。はい。どうですか。下側はちょっとかなり失敗してこれ失敗だ。あばら骨、ここにこの硬い骨があるんですよ。これをこう断ち切っていくみたいな。ガン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 。OK です。ちょっと失敗しましたね。いやでもこれ見てください。上身はすごいうまいです。こっちはスプーンで取ります。初めてでこれは素晴らしいです。この身からですね、身をねぎり取っていきます。でネギトロって飯田さんマグロのイメージがあるじゃないですか。そうですね。でも実はですね、こういう中骨からねぎり取ることを由来としてネギトロっていうんですよ。でこれもネギトロです。あ、これもネギトロに入る。ネギトロに入ります。これで OK ですね。はい、じゃあ次あばら骨を取っていきます。ここに人間と同じあばらがございます。このあばらをなるべく薄く取っていくとうまい。で次ここに血合い骨があります。この血合い骨のまず下側入れて取ります。で次上側取ります。じゃあ真ん中の血合い骨がピリピリと取れます。はい、じゃあ今から飯田さんに皮引きと刺身をやっていただきます。ではまず皮引きなんですけれども、はい、お魚の皮がついた状態のやつを下に置きます。でまず端からギコギコギコと包丁を入れていって、こう皮まで到達したなってなるんですよ。そしたらこの包丁の角度は動かさずに、奥まで入れていただいてこう引いていくイメージ。これもで皮は常に引っ張るみたいな。引く時に引っ張る。はい。そんなちょっと僕今うまくなかったですけど、こんな感じです。とりあえず1をどうぞ。もったいない。食べれますので大丈夫です。あ、ちょっと残っちゃった。そうですね、若干5ミリぐらい5ミリぐらい残っちゃいました。上いってますが全然大丈夫です。難しい。そうですね、やっぱ最初はもうかなり難しい。難しいですね。どのぐらいで慣れるものですか？1週間ですね。ああ、そうですか。刺身も平作りと薄作りというか、なんだっけな、そぎ切りかいろいろなんかあるんですけど、基本的によくやるやつが平作りと、こっちから切るやつがあるんですけど、身の平たい方を自分の方に持ってきて、で斜めにしてこの包丁のかかとから入れていって、斜めのままで下までいったら立てて切り落とすみたいな、これがよくお寿司屋さんとかで見る切り方ですね。こうやってこっちも平たい方が自分の方でこう斜めに切って、こうよくテレビで見るこういうやつです。ああ、はいはい、これますね。じゃあまずこの続きをどうぞ。この続きでなるべく包丁のかかとからです。かかとから太さこのぐらいでいいですか？いいです。ちょっと力入れすぎ力強いから脱力。あ、いいですね。優しくなりました。 OK です。ありがとうございます。今日はもう何も飾りを用意してませんので、
あくまでコンセプトは漁師飯という感じで、もうちょっと僕切りますんで、ちょっとご自由に持ってもらいましょう。もう分厚くいきます。ちょっと天ぷら用に残しておきます。すごい簡単そうに見える。そうですね。やってみると案外、僕もYouTube 始めた当時は本当に下手くそで、 YouTube やり始めてからお料理していけるようになっもうやりながら勉強ですよた。ね。最初の頃はまともにさばけないから、もう編集の方でカットしてなんとか見えるようにするみたいな、そんな感じでした。僕もちょうど空いたんです。ああ、いいですね。早いですね、ペース。人のこと言えないですけど。早いの小森さんの方が早いけど。これ鹿児島ハイボールです。あ、ハイボール。僕が気に入ってるやつです。いただきます。冷えててうまいですね。美味しいですね。これ焼酎のハイボールなんですよ。ああ、そうなんですか。まあ言ったら焼酎のソーダ割り。ああ、ソーダ割り。ああ。7パンなんで後から結構きます。来そうですね。じゃあ飯田さんに持っていただきましょう。はい、じゃあ飯田さんのセンスが光るとこです。どんな盛り付けを見せてくれるのか。普段何を作られるんですか？普段はもう焼いたりとかだけですね。肉とか肉を野菜焼いてちょっと切るぐらいですね。凝ったやつは全然しなくて。やっぱ鶏肉とか胸肉ですか？あ、でも牛とかが多いですね。赤身の多い。赤身が多いかもしれないですね。もう脂身食えないですもんね。炎上中は特に。なんか筋トレしてから脂身にちょっと美味しくなく感じませんか？確かに。僕昔やっぱめっちゃ太ってたんで、めちゃくちゃ脂身大好きだったんですけど、減量というか筋トレしてからですね。さあ続々と盛られていきます。男らしい盛り方です。全横なんです。全横。ローストビーフをこっちでちょっと来ました。はい、四つ切りです。おお、いいですね。そこにありがとうございます。ありがとうございます。飯田さん作アコウの刺し盛り完成です。いかがですか？いやー、美味しそう。これはビールがいっぱい入りそうですね。そうです。これは楽しみにとっておきましょう。楽しみというか、この後にどうしようかな。刺し盛りしたし、あと僕がもうピャッとやっちゃいましょうか。というわけで完成まで少々お待ちください。さあ今ウマヅラハギの痛風丼にするかわかんないけどあれをしております。なんで今回コラボを依頼してくれたんですか？前から YouTube ではい、漁をしてさばいてすぐ食ってこうビール飲むっていうのをやってみたいとて濱家さんやじゃあもう今って何されてるんですか？YouTube とその格闘と YouTube とジムとジムも経営されてるんですか？はい、ジム経営ずっとしてて、そうなんです十数年でそこから、ブレイキングダウン出て、で YouTube やり始めたって感じでエステとかをやってますね。今度焼肉屋七輪の焼肉やろうかな。マジっすか？すげえ。居酒屋で凝りましたよ僕。この間最終の臨時営業終了してもう本当に閉めたんですけど、なんでダメになった？僕にやっぱマネジメント能力がなかったんですね。人を扱うっていうのはやっぱ別じゃないですか。自分の行動力とは。そこら辺はどうやってやりくりされてるんですか？でも僕もこうめちゃくちゃ人を雇ってっていうわけじゃないんで、前も焼肉やってたんですけど、あんまりこう大きいところでやらなかった分、人を扱う人数が少なかったです。それで余計できたっていうのがあったかもしれない。なるほど。勉強になります。はい、こちらカワハギの痛風のせです。はい、アイナメの刺身完成。はい、じゃあ天ぷら揚げていきます。はい、サワラのソテーも作ります。はい、というわけでなんやかんやあって完成しました。まず飯田さんの盛り付けのアコウの刺身にアイナメ、ウマヅラ、それからいろんなものの天ぷらとサワラのソテーです。それじゃあ宴を始めようか。それではいただきましょう。いただきます。どうぞお食べください。いいですか？お好きなものから。はい、これからアコウのお刺身ですね。高級魚です。高級魚わさびをのせて、美味しいですか？美味しいです。
いや、すごい歯応え。新鮮ですね、やっぱ。あ、そうですね。やっぱ新鮮なほどグリグリの歯応えです。じゃあせっかくなんで冷めない間に天ぷらを。あ、天ぷら。はい。いただきます。その黒い顔が見えてるのがサワラなので、サワラ以外を。じゃあこっち。多分アコウですね。それは。はい。うん。めちゃくちゃ美味しいです。ホクホク。ありがとうございます。ちょっと僕も天ぷらいただきます。うまいですね。もうこのサクサクとした衣にこの取れたてのホクホクとした身が適量に交わってうまっ。やっぱ火通すと甘みも出ますね。そうですね。今日飯田さんに一番食べてもらいたいものがあって、はウマヅラハギの肝をのしたお刺身、豪快にもう肝乗っけて食べてみてください。あ、これもうガツッといっちゃった。ガツッといってください。ほぼ肝でも全然大丈夫です。いただきます。どうぞ。噛めば噛むほど甘いと思います。美味しい。めちゃくちゃ酒に合う。これめっちゃ好きなんですよ。僕が魚で一番好きなやつです。それじゃあ飯田さんに僕の味付け海苔を味わってもらいましょう。どうぞ。ぜひご飯と巻いて。おいしい。これも美味しい。ありがとうございます。こういう味付けでご飯とめちゃくちゃ。それじゃああとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで本日は飯田さんがご出演していただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。いかがだったですか、その漁に取れた魚を食べるとか。いや、もともと本当にすぐ取ってでその日にさばいて食べたかったんで、もうそれが今日夢が叶ったんで。ああ、よかったです。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。あ、こちらです。お願いします。それじゃあ皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。